数ヶ月前からこの手の質問は実は来ていた。しかし我々はあえて何も言わなかった。それはなぜなのか。先輩方を不安にさせたくなかったからだということだ。しかしながらやはり先輩方は鋭いからどうしても隠せないようだな。了解した。実は我々も時空科学班とともに調査を続けていた。しかし最近になって活動の活性化が高まってきたからどうも隠しようがない状態になってきたということだ。先輩方はうすうす気づいているものも多いようだが、その通りだ。これは中華系時空テロリストの仕業だ。要するに関東全域の上空のどこかに時空テロリスト、中華系時空テロリストが空中アジトをいくつか設置しているようだ。その際に発生する匂いが先輩方にバレてしまっているようだな。我々も全力を尽くし中華系時空テロリストが関東全域の上空のどこかにいくつも空中アジトを設置しているということで調査は続けてはいるんだが、困ったことにシールドを実装、そしてこの空中アジトというのは移動もできるがためにかなり特定が困難だということだ。未来のように空中空母を配置できればいいんだが、今現在は難しい状況だ。だから我々も非常に困惑しているということだ。一体何が狙いなのか。中華系時空テロリストの狙い、最終目的は中国の存続だろうけど、今回はかなり厄介だ。先輩方、上空には気をつけていてくれ。連れ去られたら一巻の終わりだからな。せっかくだからいくつか質問に答えていこう。次はこれだ。なるほど。簡潔に言うと、香港は、未来は中国に吸収されているのかどうかを知りたいようだな。独立しているのかどうかということだ。それを聞きたいようだが、先輩方、これはアメリカ大統領選にかかっていると言っても過言ではない。なぜならば中華系時空テロリストはどうやら時空政府の見解によるとバイデンをコントロールしているようだ。要するにバイデンをコントロールし、それでもってバイデンを当選させて時空を変えてしまおうと画策しているようだ。本来の時空ではトランプが当選はするんだが、どうも非常に危険な状態に陥っていると言っても過言ではないということだ。なぜならば中華系時空テロリストがバイデンにつき、それでバイデンを当選させ、それで中国の存続、これを狙っているということだ。だから先輩方はそこまでアメリカの大統領選を重要視していないようだが、これは世界が変わると言っても過言ではないくらい重要なことでもあるということだ。だから今回のこの香港はどうなるかというのはほぼアメリカの大統領選に関わっていると言っても過言ではないということだから、一応注視していてくれ。いいな。重要なのでもう一度簡潔に言ってしまおう。アメリカ大統領選で中国の存続か否かというのが
はっきり決まると言っても過言ではないということ。トランプが当選すれば中国は消滅する。バイデンが当選すれば中国は存続してしまう。もう一度確認だが、中華系時空テロリストが全力で時空を曲げようとしているということだ。それを阻止するために我々は現代に派遣されているということで、全力を尽くし任務を遂行する。いいな。せっかくだからあといくつか答えようかな。次はこれだ。なるほど。これは感想だな。なるほど。歴史上の人物は高いカテゴリーの星から来たものが多いでしょうかという質問だが、その確率というのは非常に高いということをはっきり言っておこう。例えばマイケル・ジャクソンであればカテゴリー5からカテゴリー1に行き、それでカテゴリー6に昇進。まあありとあらゆる数えきれないほどの歴史上の偉人というのが高確率でカテゴリーが高い星から来て、それでもってさらに高いカテゴリーへ行くという流れがごく一般的だということだな。まあそれ以外の手段もあるようだが、ここではごく一般的な次元上昇の流れというのを簡単に説明だということで分かったかな。次へ行こうかな。次はこれだ。なるほど。夢が確変しているようだが、これは明らかなサインだと読み取ってくれ。いわゆるヒントだということだな。細心の注意を払い、サインを察知することに全神経を集中させてくれ。いいな。次へ行こう。次はこれだ。これも感想だな。そうだな。全力で役に立てられるように頑張ってくれたまえ。いいな。次はこれだ。なるほど。確かにそういったものがいた記憶はあるな。どれどれ。俳優だな。体作り。まあそうだな。とりあえずオカルトフィットネスを重点的にやってくれ。体作りはだな。そして大物になる夢というのはまあ大事なことではあるんだが、決して大物になることだけではないということだ。黒子として生きていく人生というのも視野に入れることだな。まあいつか分かる時が来るであろう。次へ行こう。次はこれだな。なるほど。ようやく開花しつつあるんじゃないかな。もちろんこれはご加護と言っても過言ではないかな。もちろん本来の自分の力というのがただ単純に発揮されているだけだということだから、今後はとんでもない上昇の仕方というのが実感できるのではないかなと考えている。それでは今日はこの辺で終わろうかな。先輩方、異臭がする場所には近づくんじゃない。いいな。それでは失礼する。以上だ。